始まりました。お願いします。お願いします。今回、スペシャルゲスト、吉浦さんに、スペシャルカウボーイになります。吉浦さんが、出ていただけるということで。そうですね、普段イベントいっぱい出てもらってるんで、ささやかなお返しではありますが。ありがとうございます。今、ここから、こっち側が、空間になってまして。あ、そうなんですね。映ってません。わかりました。吉浦さんだけが今映ってる状態で、こっちは多分カットになってると思いますんで。わかりました。画像が出ると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉浦さんに、逃走者紹介していただきます。もちろん。今日は逃走者、僕の一押しのデッキ2個持ってきたんで、1個目から紹介したいと思います。1個目はですね、僕がコロナ禍の時に、組んだデッキで、江戸川マルコフデッキですね。江戸川マルコフになりますね。江戸川マルコフ、かなり人気のジェネラルで、当時組むのすっげえ大変だったんですよ。あ、そうなんですね。で、これ大変な要素として、こいつ移行でトークン出るじゃないですか。このトークンでこいつからしか出ないんですよ。なるほど。こいつからしか出ない。そう、こいつからしかこの11の能力なし吸血鬼って出ないんですよ。なるほど、なるほど。だからこのトークンって、この闘争してデッキにしないといけないんですよ。あ、そうなんですね。トークン自体が。そう、だから、しかもかなりの量使うんですよね。唱えるだけで出るから。そのトークンを揃えるのが大変だ。そう、だからトークン揃えるのが一番大変で。なんか1枚300円ぐらい買ったのかな。そんなに買ったんですか。で、1枚300円ぐらいで、しかももうどこもなくて、でも1個だけ在庫あるとこあって、で、そこにある日英全部買って、で、12、3枚ぐらいだったかな。あ、そうなんですね。それ結構、前のことですか。結構。いや、かなり前ですね。かなり前ですよね。3年前ぐらいだったね。で、その時やっぱ逃走者がかなり人気が上がってるタイミングだったんで。あ、そうなんですね。高いジェネラルの結構筆頭的なカードだったから。確かに結構移行ってすごい能力ですからね。そう、移行ってもうマジで激強メカニズムだった。一応、能力を、まず、説明させていただきます。僕が、説明させていただきます。まず、マルドゥの、6マナになります。で、44。で、移行を持ってまして、逃走者領域か、墓地に、ごめんなさい。戦場にある場合だけ、その移行が誘発するんですよね。墓地はダメなんですよね。そうなんですよ。で、他の強力もダメだと。で、もう移行を持ってて、他の吸血鬼呪文を一つ備えるたび、江戸川マルコフがどっちかにあるなら、11の吸血鬼が出てくると。そうですね。で、一応先生速攻出てくることありますか。いや、てか俺結構、これ後で言おうかなと思ったんですけど、江戸川マルコフがあるせいで、なんか6マナの吸血鬼全部クビにしたんですよね。だから、もう6マナ以降は必ずこいつキャストするっていう風にして、なるほど。だから絶対出てきますね。なるほど、吉尾さんの構成では出てくる構成だと。必ず絶対こいつが走るっていう。で、こいつが出てきまして、先制速攻で44ですと。で、攻撃するたび、あなたがコントロールする各吸血鬼の上に11カウンターを置く。ということは、だから並べてって、おそらく、パンプして殴るんだろうと。レベルはだいたい5、6ぐらいのちょっと強めぐらいの感じで。一応5、6対にはなってますね。7、8で戦うと、ちょっと無限コンボとか一切入ってない形なんで、かなり厳しいかなっていう。そうですよね。一応、その無限コンボあるにはあるんですが、それは今回抜いたんですよね。そうですね。なんかてか、噛み合わないなと思って。なるほど。このデッキの中に無限あっても、そう言いづらいし、ジェネラルとシナジーがまずないのが一番きついですよね。そうですよね。だからなんかいろんなカラー的に無限コンボあるんですけど、なんかそれだったら、なんか普通に吸血鬼のシナジーに寄せた方が遊んでて楽しいなっていう。確かにそうですね。おっしゃる通りだと思います。じゃあ、紹介していただけますか。まず、何からいきますか。そうですね。このデッキ、重要になってくる。吸血鬼ですよね、もちろん。そうですね。紹介するのは吸血鬼ですよね。で、このデッキ、こいつに限った話じゃないですけど、とりあえずまず1枚目、臓物の預言者で、で、こいつ何が強いかっていうと、そのサクって戦術1っていうので、サクリゲームいっぱいあるじゃないですか、1個で。っていうのもそうなんですけど、このデッキのコンセプトとして、まず一ターン目に吸血鬼出せないと、なるほどね。もったいないなと思ってて、なんかとにかく1ターン目の吸血鬼、てか一番の吸血鬼大量に入れてるんですよ。だから1ターン目1匹、2ターン目2匹でもいいんですけど、そうすると移行でガーってなるじゃないですか。なりますね。
っていうのでロードの恩恵も安いし、はい、あとなんか混惑的な吸血鬼っていうなんか5体吸血鬼タップでクリーチャー A 級コントロール出していくやついるんですよ。なるほどなるほど、はいはいはい。だからそのなんか無駄に吸血鬼並ぶの結構価値あるんで、だから一番の吸血鬼大量に入れてる中の多分こいつが最強の吸血鬼だよね。まあ最強ですよね。そう思うと一番有名な吸血鬼ですよね。はい。であとなんかすごい地味なところで、11が4、5体並んだ時とかに、なんか解決策すぐ持ってこなきゃいけないみたいな時は、4、5体も戦術に注いで、無理やりなんか状況持ってきたりとか。なるほど、なるほど。戦術ずっとできますからね。なるほど、なるほど。だからこいつとりあえず1マナ吸血鬼、多分10体近く入ってるんですけど、その中のトップですね。なるほど。間違いなく一番強いです。なるほど、まず一番強いの。はい。で、次が、最近来た新入りなんですけど、これなかなかいぶし銀で、暗黒の儀式の達人という、クリーチャーズ来ると3マナ出るんですけど、吸血鬼にしか使えないっていう大欠陥商品なんですよ。だからこれ、イクサランだったと思うんですけど、出た時はすごい話題だったんですけど、いや、吸血鬼にしか使えないんかいみたいな。一応デーモンに使えるんですけど、周りにもその3マナ出るっていう魅力と、使える先のニッチさで、もうベコベコに叩かれたんですけど、俺はこいつに可能性見つけたんですよね、吸血鬼っていう。そうですよね。はい。だから、こいつも、一応最低限1マナ1日で出てきて移行誘発させつつ、で、その移行誘発したやつもコストにできるじゃないですか。だからなんならもう次のターンとかに、究極ね、ペタルとかからエドが走れるわけなんで。なるほど、なるほど。だからこいつもかなり。そうです。一応エドガーのためにすられたんじゃないかっていうぐらいの、感じですよね。そう。本当になんかエドガー意識されてますよね。ちなみにイクサランのオリジナルデジドックスは、半端じゃないぐらいエドガーデッキ強化カードいっぱいあるんですよ。もうやばいぐらい、エドガー愛好家の人とかは、多分セットでも相当なデッキ評価受けたんじゃないかな。結構人気の逃走者なので、多分意識されてるんじゃないかなと思います。いや、そうですよね。まず吸血鬼量も圧倒的だし、効果も強いしで。とにかく2枚目は暗黒の儀式の達人。なるほど。はい。3枚目いきますか。3枚目はこれ多分、ほとんどの人が、言うであろう、カード歓迎する吸血鬼ですね。なるほど。はい。ドローゲンで、やっぱり攻め強いデッキなんですけど、アドバンテージ枯渇しそうじゃないですか。一応能力を説明していただくと、そのパワー2以下が出てると、そのドローできるってことですよね。ただ1ターンに1回なんですよね。で、一応これ多分、エドガー愛好家の中でみんな思ってることが、これ唱えた時にこう誘発するけど、そこで1出るからこいつ出た後は誘発しないっていうのが、そのちょっと、いや、先にこいつ着陸してほしいなっていうのがありますよね。ただその後はずっとアドバンテージ稼げるカードなんで、かなり強いですよ。そうね、一旦に1回しか誘発しないけど、別に一旦1枚引ければ、別になんかコンボするデッキとかじゃないんで、何かしらクロックが引けたらいいやっていうので、全然1枚で大丈夫っていう、激強カードで、マストで入るカードです。入るそうですね。で、次4枚目が、これまた激強カードでもう入ってること確定なカードなんですけど、ドラー&リンバーラですね。いやー、リンバーラですね。はい、そうですよね。これ多分、今日紹介するカードの中で、言ったら多分最強レベルで言ったら一番。あ、そうなんですね。一応能力説明しましょうか。能力を説明するとですね、相手が起動型能力使えなくなるのと、その起動型能力をこっちが使えるっていう。なるほど、なるほど。はいはいはい。で、もともとリンバーラの起動型能力、封じが強いじゃないですか。強いですね。はい、起動型能力。で、同じマナコスト帯で、止めて奪うってやばくないですか？やばいですね。これ結構なんつうんだろう、普通にやっちゃいけないラインに達してるカードだと思うんで。そうですね。はい。これでね、完全に、マナ能力とかも完全に止まっちゃうからな。そうですね。すごいですよね。こいつかなり、白黒、マルズだと結構入ってるイメージありますね。そう。で、しかも吸血鬼っていう、このデッキにとっては完璧な。完璧ですね。はい。いいですね。これはもう、そうですね。これも強化されてるということですよね。これ、吸血鬼が来てるんですよね。そう、これも結構新しめのカードですよね。はい。エドガーデッキは、この数年ぐらいでだいぶ強化されました。意識されてるかもしれない。意識されてますね。はい、意識されてます。はい。で、ここから先も、はい、お願いします。吸血鬼ですよね。はい、全部吸血鬼です。吉尾さんが、ここからはあんまり僕、吸血鬼知らないんで。あ、本当ですか？はい。オリジナルで結構興味深いなと思うんですけど、どんな吸血鬼が入ってるのかっていうのをご紹介していただきたいんですけど。そうですね。こっから先のやつも全部、なんか紛れもなく強いカードなんで、じゃあ1枚ずつ紹介します。1枚ずつお願いします。はい。まず1枚目が、これは名前は何ですか？名前は処刑者の俗称ブラーンですね。聞いたことない。ブラーンはマジでやばいですよ。マジでやばいです。本当に、結構ドラー&リン
マナに匹敵するぐらい、本当ですか。よくこんな強いもの出したなっていうので、まあ2マナ22なんですよ。だから結構すぐ着陸できて、軽いのがいいって言ってましたもんね。で、能力が衝撃の、なんとクリーチャー死亡するために2点ドレインできるんですよ。なるほど。ドレインですか？ドレイン。ああ、なるほど。死亡するために。そう。だからこの移行で出てきた11とかも、もう脳死でアタックしていいんですよね。なるほど。別に死んだら死んだでいいやで。なるほど。いいですよね。オルドフっぽい色ですよね。で、ターン1制限あるんですけど、まあ別に自分のターンに1回でのターンに1回とかで、分割してでも2点ずつだったらでかいんで、だって2点入れてもライブ40だったら、別に20回ぐらい誘発したらもう終わっちゃうわけなんで。なるほど、なるほど。だからこれなかなかすごいですね。かなりいいですよね。で、ちゃんとこいつも吸血鬼なんで、本当にこれは、すさまじいカードでスタンダードに生まれたカードとは思えないなっていう。実機はどこでこれ？ファイレクシアカンデナル。まあ結構まだ新しい目の方ですよね。だから結構強化されてると。これはもう絶対入れた方がいいとか、でもみんな入れてると思うけど。そうですね。入れてるかもしれないけど、いいですね。いいカードですね。はい。次いきますか？次も、これまた激ヤバなカードで、結構海外とかだと値段するカード、カリスマあふれる征服者ですね。なるほど、はい。これ多分なんだろうな、吸血鬼デッキやでも入ってると思うんですけど、なんか生きた白のビスケンみたいなので、なんかこれ動画で使われてましたよね。これむちゃくちゃ強いですよ。クリーチャーがアーティファクトが戦場に出るたびに、対戦相手が自分で出したやつをタップするかしないか選ぶんですよ。で、アンタップ状態で出した場合は、こっちに11のハンコントークン出てくるんですよ。だからなんかマナーファクトとか出すときに一旦遅らせる牽制ができるっていう。なるほど、なるほど。で、リスケンみたいにみんながじゃあ俺アンタップってやるとこっちの戦場をバーって11だらけになるんで。さっきのゾーン持ちの予見者みたいなのがあれば、こっちはスクライできますもんね。で、さらにエドバが着陸したときに一斉に殴りかかれるっていう。なるほど、なるほど。で、2マナ目だからね、すごいよな。やっぱ1マナ2マナって、そのエドガーの能力の関係上、そのなんか4マナ目とかに2プレイもできるし、序盤に展開もできるじゃないですか。だからなんか殴るエドガー組むときにこういう小粒系の吸血鬼見るとそれだけでときめくんで。なるほど、なるほど。いいですよね。そうだからね、こいつもかなり、これも紛れもなく強いからですね。みんなも入れましょう。いいですね、エドガー。で、次も、わりかし、草らの新作のカードで、これ最初の副者が、最初の副者クラベリーニョっていう、聞いたことないですね。これジェネラルとして発売されたんですよ、ニクサラの白黒の。そうなんですね。なるほど、で、ジェネラルとして出たやつをうちのデッキの課長クラスにそのまま持ってる。これ社長だったのに、エドガー社の中ではもう課長になっちゃいましたね。こいつもなかなかやっぱジェネラル貼れるだけの能力持ってて、アタックするたびにデーモン以外の吸血鬼対象を取って、でその対象を取られたやつが能力得るんですよね。死亡したら4/3の吸血鬼デーモンになるのと、ワンドローっていうので、だからどんな雑っぽい、それこそ移行で出てきたトークンとかも、死んだら死んだで4/3フライヤーになるし、でアドバンテージも得れるしっていうので。それはルーズないんですか？ないんですよ。ないんですか？ないです。ルーズないんですか？なしでドローできるんですか？なしでドローして、でしかも4/3が出てくるっていうので。強っ。これ本当に強いですよ。さすがそのジェネラルだなっていう。なるほど、なるほど、なるほど。ただ問題は、4/3デーモントークンを用意するのはめんどくせえっていう。このデッキのトークンだらけになるんですよね。結構トークンメーカーとかあると書いてやりやすいかもしれないです。でもこれ書いてやるにしても、11のハンコン吸血鬼も白と黒で2通りある。なるほど、白と黒、色もね、重要ですからね、確かに。だからね、いろんな意味でね、ちょっとトークンが、ちょっとネックではあるけど、なんかそこが難点なんだよな。あとこれで能力得たやつって、能力得たっていう状態だから、一生記録しとかなきゃいけないんですよね。なるほど、なるほど。これがかなりネックっていうか問題で、11のやつに能力を覚えさせるじゃないですか。どれだっけみたいになったりとか。それがね、かなりきついんですけど、強いからです。管理は難しい。なるほど、なるほど。管理難しい。あるあるですよね。あるあるですよね。で、次のカード。次いきますか。で、次もわりかし最近生まれたカードで。次は最近の。でもなんか変なカードが最後がいい。変なカードが最後いいですね。オッケーです。じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか？
OK。次はどうします？はい。じゃあ次はですね、これまたわりかし最近のカードで、カルロフ邸殺人事件で登場した危険な欲でございます。はいはいはい。でこいつね、初めて見ました。はい。かなり弱めなカードで、3マナで追加コストでクリーチャーサクって、3ドローと3ドレインができるんですけど、ただその追加コストでクリーチャー撃につなげるのが、このターンにダメージ与えたやつじゃなきゃいけないんですよ。なるほど。そう、だからすごいなんか厳しい。すごい変な条件なんですね。はい。だからなんか普通だったらさ、なんかそのまず条件達成めんどくさいけど、1日がいっぱい出る関係で、誰かはダメージ通してくれるんで、そうですね。はい。でそれで条件達成しつつ、それをサクって3ドレインだったり、あと吸血鬼って結構先制攻撃持ってるやつが多いんで、ああそうなんですね。先制でダメージ与えてサクみたいな。インスタントなんですね。なるほど。で別にプレイヤーじゃなくてもいいんでダメージは。だからそうやって危険な欲。初めて知りました。はい。これかなりいいですね。いいですね。かなり面白いですね。これやっぱサクってドローっていうのは結構強く使えそうですよね。そうですね。死亡時ドレインとかの誘発もあるんで。そうですよね。というわけで危険な欲、ちょっとコストがね面倒であるけど、このデッキだったら難なく予約することもできるんで、ぜひ使ってみてください。使ってみてください。はい、いいですね。はい。で他にも何か面白いカードがあると。面白いカード、これはなんかその当時江戸川マルコフデッキ話題になった時はもう有名だったけど、なんかだんだん影薄くなっていった新たな血族ですね。新たな血族は一応このデッキに入ってる専用レアカードで、4マナで相手のクリーチャー永久コントロールダッシュできるんですけど、追加コストが吸血鬼1体タップなんですよ。だから、このデッキからしたらもう無限に吸血鬼がいるんで、ほぼ4マナで永久コントロールダッシュの操作ですね。なるほどなるほど。でこれは多分今のところこの江戸川デッキにしか入ってないから、なんかね江戸川話題になった時はめっちゃ高かったんですよね。1枚なんか2000とかで売ってた時なるほどなるほどなるほど。結構古いカードだし、手に入りづらいかもしれないってことですよね。だけど今は多分ねもうワンコン以下で買えると思う。そうなんですね。なるほどなるほど。全然話題にならなくなってたから。でも相手のジェネラルとかパクったら、そうね、リキャストすることもできなくなるじゃないですか。なるほどなるほど。そういうなんかピンポイントで攻めに行く時も使えるし、あとコントロールダッシュしたクリーチャー永久に吸血鬼になるんですよ。なるほど。こっちのシナジーモードに受けられるんで、めちゃめちゃ良いカード、新たな血族でした。というわけでここまでで9枚紹介したわけなんですけど、最後の1枚はなんか重要なんですか？最後の1枚は、これ俺は、かなりキーカードだと思って使ってるんですけど、世間は分からんカード、はるか昔のカード、吸血鬼の夜行でございます。知らないんだよな。吸血鬼の夜行はですね、これ基本セット2010のカードで、でこれ当時スタンダードがめちゃ強かったカードなんですよ。そうなんですね。カードパワーも弱いこともあって、4マナ33の吸血鬼ロードなんですけど、その全体修正値がプラ2プラ1と飛行なんですよ。バカデカ修正与えて回避能力も与えるじゃないですか。でこのデッキ遠くに横にわー並ぶから、その大量に回避能力が得たら結構高低ビーモス級の仕事するんですけど、ただ問題はこいつが修正与えられるのはちょっとフレーバーがあって、これその夜の吸血鬼なんですよ。だから夜しか強くないんですよ。どういうことですか？だからデッキトップが常に公開状態になって、でトップが黒の時だけ全体修正できるんですよね。そうなんですね。夜になったら俺たちは強くなるみたいな。そうなんですね。カードのフレーバーもめっちゃ良くて、お前の命は太陽と共に沈むって書いてある。トップメックだったらもうお前は終わりだ。なるほどなるほどなるほど。これタイミングはどこなんですか？めくるの？常時公開。常時公開なんですね。常時公開なんですね。なるほどなるほど。そうなんですね。常在なんで。面白いですね。これでも結構フィニッシュ級のカードっていうことになるんですかね。そうで、これ俺かなりこのデッキで語りたいポイントで、このデッキって横にいっぱい並ぶじゃないですか。マジで回避能力得られないんですよ。トランプルだとか飛行とか打点抜いてる能力が。だからこのデッキ使ってて横にいっぱい並ぶけど、そのチャンプブロックでしのがれてラスゴとか特別みたいなのってめっちゃあるんですよね。ありますね。だから今いっぱい並んでるけど、最後はとどめにいけないっていうのを解決してくれるカードなんで。なるほどなるほどなるほど。これとかなんかエルドラージの日みたいな飛ぶ全体強化系のカードかなり合ってるなと思ってヤコを使ってますね。ただヤコ運布添付なんで全然夜ならんでな夜ならなかったらそれが逆に面白いですよ。そうですよね。それがどうなのかな、ヘイトが高く悪い方を想像するから
高くなる可能性もありますけど。まあでもフェッチで切ったりとか、まあなんかもう無理変やりえて、無理やり変えて。なるほど、なるほど。面白いですね。まあ臓物の予見者とかでなんかうまいことなるほど、なるほど。面白いですね。これすごいいいカードで。かなりフィニッシュ級。一応、勝ち筋は、並んでって、それを全体強化して殴って勝つみたいな形が一番勝ち筋としてはあり得るということそうですね。なんかもう防御用のカード全部抜いちゃったんで。ああ、そうなんですね。なんかやっぱなんか噛み合ってねえなと思って、なんかいろいろ心配事あるじゃないですか。これやられたらどうしよう、あれやられたらどうしようって。で、それをケアしてるうちに、こいつの持ち味なくなっちゃってて、だったらなんかその、長いレンジで耐えたら勝ちなジェネラル使ったらいいじゃんっていう風になったんで、もうだったらなんかその攻める方に特化して遊ぼうと思って、そうなんですね。で、その結果非常に勝率は悪いですね。勝率悪いですか？そうなんですか？あんま勝てるデッキではないかな。まあでもなんか自分なりのなんかその、ロールプレイがあるから、まあ遊んで楽しいですよね。あ、そうなんですよね。だからこれはこういうことするデッキだっていう、なんか、動かす、あれがあるから。なんか、いい思い出とかありますか？まあいい思い出で言うとなんだろうな。まあでもそれもヤコウだとかなりその特徴的なカードで、だこれ飛んだら勝てるなみたいなので、もう最後もうフェッチ切るのにかけて夜にしてとか。なるほどなるほど。あとまあそれこそてかゾウムツ予見者いる時なんかはまあ横いっぱい並んでて今いっぱいいて飛んだら勝てるっていう状態だけど、どんどん一人ずつ減ってくるんですよ。その戦術してなんか夜にしろ夜にしろって言うので一向にならないみたいな。で夜になった時にはもうみんな死んでるっていう。そう面白いですね。ゾウムツ予見者が夜にしたけどほとんど食っちまったよっていう。なるほど。その辺かな、面白いのは。なんか楽しそうでいいですね。うん、そうですね。かなりヤコウをそのうち光らしたいなと思ってます。一応高評価80この動画いただけると、あ、そうなんですか。吉田さんにリストというか写真を送っていただいてリストを公開させていただくっていうシステムになってまして、公開させていただきますんで。あ、わかりました。はい。で僕のおすすめカード1枚だけいいですか？あ、なんすかそれ。僕のおすすめカードこれ。ソーランの大祭っていうカードなんですけど、ご存知ですかこれ。こんなんあったなぁ。6マナのエンチャントなんですけど、各プレイヤー、毎ターンライフ半分になってるんで、このデッキどうですかこれ。いやでもありなんじゃないですか。そのライフやられないって結構強いですからね。いいですよね。これ半分になってって最後殴り合いだったら。確かに半分になったら、なんか多少の火力でも全然落とせます。そうなんですよ、そうなんですよ。これおすすめでいいかなと思って。でも俺もやれないもんな。そうですね。このデッキ反抗いっぱいいること強みなんで。ああ、なるほど、そうですね。どっかでもうライフやられませんって言い出して、もう次元爆弾みたいな。確かに。なんか選択肢としては面白いですね。カラー的になんかエンチャサーチしてくるかどうかな、白で。そうですね。確かに探しに行ってると思います。まあ、そんな感じになりますかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一応、何か、告知ありますか？出ていただいたんで。あ、そうですか。そうですね。まあ、これ逃走者のデッキ紹介というのもなんですけど、まあそろそろスタンダードが盛り上がってほしいなと心からちょっと思ってるんで、だから10月12日にビームさん主催のジャパンスタンダードカップってあるじゃないですか。ああ、そうなんですね。あれなんかよかったらみんなも出てみませんか？コマンダー組んでるお兄さんでスタンも持ってる方もいると思いますんで、まあスタン持ってる方ちょっとスタンダードで自分のジェネラルというのかわかんないけど、まあデッキを回してみてはいかがでしょうか。参加お待ちしております。よかったら参加してください。いや、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これで今日の動画は以上になります。おしまい。